なんか会話して say less とかって言うんだよね。Oh, well, dinner's gonna be at 6. Bet. もうそんな会話してそうだよね。テラメタル学園 Z 世代の英語スラングやっていきます。 Bet。 これを辞書で引くとかける、ゲームにかけるとか競馬にかけるとかっていう意味で出てくると思うんだけど、これは全然違います。例文見てみましょう。A さんが Let me know if you need anything。 なんかあったら言ってね。で B さんが Bet。 了解。この文章で意味わかるかな？一応意味はですね OK or alright。 はい、もしくはわかった。とりあえず何か言われた時に OK とかはいとかっていう時にもう Bet。 OK の代わり、日本的に言えばり、そんな感じ。そうだね。ニュアンス的には完全にそういう感じですね。次 Say less。 聞いたことあるかな？よくなんか会話して Say less とかって言うんだよね。で文章を見てみましょう。 A さんが Movie night at my place。 うちでムービーナイトする？映画見る？みたいな。で B さんが Say less。 これも OK とかって意味ですね。でもこれはちょっとだけさっきのと違うんです。言うに及ばず。そうです。正解。すごい。意味はですね When you understand someone fully and clearly and don't need any further explanation or say no more。 何かを完全かつ明確に理解し、それ以上の説明が必要ないとき、もしくはそれ以上言うな。難しいでしょう。皆まで言うな。そんな感じだね。さっきの例文だと Movie night at my place 一緒に映画見る？そんなね、もちろんみたいな感じなんだけど、当然みたいな感じで Say less。ちょっと難しいよね。スラングだからなおさら普通の英文だったりとかと全然違うので、今日やる言葉は全部スラングなので、初めての人とかビジネス的な状況の時には使わない方がいいですね。なので本当にお友達だったり仲いい人とだけで使った方がいいです。 And next word チューギー。これはね、のぴもね、最近知った例文見てみましょう。 Skinny jeans are so chuggy。 意味はスキニージーンズは古すぎ、流行遅れ。そうです、合ってます。 Not trendy, out of date or uncool。 なので流行りに乗ってない、時代遅れ、もしくはシンプルにダサいですね。なんか普通にこの自分が好きじゃないからダサいとか古いとかってことじゃなくて、本当にもう流行りが終わったって意味です。チョベリグとかチョベリバはそれはすっごい古そう。完全にそれはチューギーですね。次はデルール。聞いたことあるかな？この言葉ね、結構昔からあるらしいんだけど、最近すごい人気が出たらしいです。可愛いよね、響きが。K-POP 界隈で始まった言葉らしくて、それが最近その界隈を出たらしいです。じゃあちょっと例文見てみましょう。 You're the most delulu person ever。 あなた妄想がすごいね。意味は delusional。 It's short for delusional. Someone who holds unrealistic or overly idealistic beliefs or fantasies。 日本語で言うと妄想的、非現実的、または極端に理想的な信念や、幻想を抱く人。ちょっとだけネガティブな意味ですね。これは全然バカにする意味だけじゃなくて、ネタ的な意味にも使われてるらしい。だから全然どっちにも使えるらしいんだけど、自分が大好きな人に対してすごくね、大好きだからこそ妄想が一人でなんか突っ走っちゃった感じの人とか状況のことを言うらしいです。現実と妄想が分かんなくなっちゃってるようなレベルの人を特に指すっていうイメージがありますね。Do you believe in magic? Next word slaps。 これは辞書に普通に検索したら、叩くって意味ですね。叩く、ターって叩くって意味ですね。 That shit slaps。ちょっと主語がないから分かりにくいかな。それ最高じゃんって意味ですね。shit はなんかそれの意味ですね。でも shit はこれいい意味で使ってますね。ポジティブに使えます。日本語で言うとクソ最高じゃんとか、そんな感じの意味ですね。ちょっと詳しく見てみましょう。slaps の意味は to describe something really good used often when talking about music。
slaps は何かが最高にいい時。音楽関連が多いです。全然音楽以外のことも使っていいけど、なんか音楽関係の話をしてる時に使ってるイメージがありますね。今ね、英語のコメントで、このスラングは実は2005年ぐらいから人気っていうか使われられてて、今でも使われてる。特にね、その、Gen Z 世代の中でも使われてて、珍しいってわけじゃないけど、なんだろう、使いやすいからかな。でも全然今の Z 世代も使ってますね。次の言葉行きましょう。mid。じゃあちょっと例文見ましょう。Did you listen to that new album? 新しいアルバム聞いた？ Yeah, it was mid. 期待外れだった。ちょっと良くない意味ですね。はい。急にネガティブ。まあね、もちろんね、ポジティブなスラングもたくさんあるけど、ネガティブのスラングもたくさんありますね。じゃあちょっと細かく見てみましょう。意味は short for middle。To describe something or someone as below average or low quality. middle 真ん中の短縮形。もしくは何かが平均以下、または低品質の時。この mid はちょっとだけ難しいのが、使ってる人によって本当に平均、真ん中っていう意味で使ってる人もいるし、平均以下っていう風に使ってる人もいる。なので、悪くないねっていう時にも使うかもしれないし、もう平均以下は良くないね。なので、まあ、その言ってるニュアンス的な感じをちょっと見て、どっちで言ってんだろうって考えてみてもらっていいかもしれない。結構ね、いろんな言葉を短くするのが好きなイメージですね。Z 世代は。例えば、How was your day today? Mid. なんか反抗期のね、子供が言いそうですね。なんかお母さんがさ、学校から帰ってきて、Hi honey, how was your day today? Mid. Oh, I see. Oh, well, dinner's gonna be at 6. Bet. もうそんな会話してそうだよね。はい、じゃあ次の言葉行きましょう。バッセン違うから。バッセンです。ちょっと例文見ていきましょう。These cookies are bussin'. このクッキーうますぎ。バスイン。まあ確かにスペルだけ見るとそんな感じですね。でもバスは全然関係ありません。なので褒め言葉ですね。まあ意味としては To describe something really good used often when talking about food。何かが最高にいい時、食べ物関連が多いですね。さっきの These cookies are bussin' とかね、なんでこれが美味しいとかいいとかって意味なのかよくわかりません。なんでか。いや、絶品っていうかなんか、超名みたいなイメージかな。ヤミーはなんかちょっと可愛い感じだけど、バッセンはちょっとなんか、かっこつけてる感じの言い方のイメージある。先生がめっちゃ美味しいと思う食べ物は親子丼、お母さんのケーキ、あとはなんだろうな。あとは、肉焼肉